独自フレームワーク強制した先輩が転職してシステム崩壊。俺の10年の結晶、標準より優れてる。誰ももメンテできないゴミフレームワークだろ。これは俺が中堅ウェブサービス会社で体験した話だ。俺は26歳のフロントエンドエンジニア。社員100人規模の中堅 IT 企業で働いていた。主な業務範囲 EC サイトの開発と保守。ただしこの会社には大きな問題があった。それが先輩の作った独自フレームワーク。名前はフレーム X。 独自フレームワーク。リアクト使わないの？そう、リアクトもビューもアンギュラーも一切禁止。全ての開発でこのフレーム X を使うことが義務付けられていた。そしてこのフレーム X を作ったのが45歳の先輩エンジニア。フレーム X は俺が10年かけて開発した最高傑作だ。リアクトやビューなんて誰でも使える凡庸なツールだ。独自性こそが技術者の価値だ。フレーム X を理解できないやつは技術力が足りないんだよ。典型的な老害や。独自性とか言って自己満足してるだけ。そしてこのフレーム X が本当に地獄だった。まずドキュメントがほぼ存在しない。先輩に聞いてもコード読めばわかるの一点張り。エラーメッセージも不親切極まりない。エラー FX エクセプションオカードってなんだよ。デバッグツールもろくに整備されていない。開発効率は最悪で簡単な機能でも実装に3週間かかる。3週間。リアクト使えば参加で終わるやろ。さらに悲惨だったのが新人の退職ラッシュ。半年前、新卒が3人入社してきた。よろしくお願いします。大学でハリアクトを勉強してきました。ああ、うちでハリアクトは使わないからフレーム X っていう独自フレームワークを使ってる。ドキュメントとかありますか？コード読めばわかるだろ。それができないなら技術力が足りない証拠だよ。新人たちは必死にフレーム X を勉強した。しかし独特すぎる設計と不親切なエラーメッセージに挫折。すみません、退職させていただきます。このフレームワーク正直理解できません。リアクトなら参加でできることに3週間もかかるんです。このままじゃキャリアに傷がつきます。結局新人3人は全員3ヶ月で退職した。そりゃやめるわ。若い人のキャリア潰してるやん。俺はこの状況を変えなきゃいけないと思った。ある日、一致は先輩に提案を持ちかけた。先輩、ちょっといいですか？フレーム X から標準フレームワークへの移行を検討しませんか？リアクトやビューなら開発効率が劇的に上がります。何を言ってるんだ。俺が10年かけて作ったフレーム X を否定する気か。フレーム X は世界最高のフレームワークだ。リアクトやビューなんて誰でも使える凡庸なツールだ。お前に技術を語る資格はない。でも新人が3ヶ月で全員辞めたのは事実です。それは奴らの技術力が足りなかっただけだ。フレーム X を理解できない奴はエンジニアの素質がないんだよ。こいつ完全に自分の世界に閉じこもってる。完全に老害。10年前の技術に補修してどうすんの？新人が3ヶ月で全員辞めると会場だろう。そんな環境で働きたくない。独自フレームワークとか技術的負債の塊じゃん。普通ハリアクトかビュー使うよね。この先輩完全に時代遅れだな。俺はこの日決意した。いつか必ずこの会社を標準フレームワークに移行させる。そのために今から準備を始めよう。一致は表向きはフレーム X の開発を続けながら密かに準備を開始した。まずは証拠を集めよう。フレーム X がいかに問題があるかデータで示す必要がある。第一の証拠はジラのバグトラッキングデータ。フレーム X 関連のバグをすべて記録していこう。発生日時、内容、修正にかかった時間をすべて記録する。1ヶ月で25件ものバグが発生している。修正に1件あたり平均3時間もかかっている。月に75時間がバグ修正だけで消えている計算だ。75時間。それだけあれば新規のを10個作れるわ。しかもこれは氷山の一角だ。潜在的なバグはもっと大量に存在しているはずだ。完全に開発の足を引っ張ってるじゃん。
こんなデータ見せられたら移行しないわけにいかないでしょ。主、着実に証拠を集めてるな。これだけじゃ足りない。もっと決定的な証拠が必要だ。次に一致は退職率のデータを集めた。人事部の同期に協力してもらった。フロントエンドチームの退職率やばいよ。過去1年で10人中6人が退職してる。退職率 60% って全社平均の4倍だよ。 60%。採用コストだけで年間1200万円も無駄になってる。面接でもフレーム X って何ですかって聞かれるし、リアクトや流経験者ばかり来るから採用しても続かない。採用コスト1200万円。完全に負のスパイラル。これは強力なデータになる。さらに一致は開発効率の比較分析を行った。過去6ヶ月の開発案件をすべて分析した。フレーム X での平均開発時間は3週間。一方リアクトで実装した場合のシミュレーションを行った。同じ機能をリアクトで作れば平均1週間で完成する。つまり開発効率が3倍になる計算だ。年間で200時間以上の工数削減が可能になる。3倍ってすごいな。これは説得力ある。さらに一致は自費でセキュリティツールを契約した。月2万円だがこれは必要な投資だ。フレーム X の脆弱性を徹底的に調べよう。まさかこんなに脆弱性があるとは。クロスサイトスクリプティング脆弱性が7件、クロスサイトリクエストフォージェリー脆弱性が5件、その他のセキュリティ問題も含めて合計15件。これは重大な問題だ。すぐに先輩に報告しよう。先輩、フレーム X に15件の脆弱性を発見しました。詳細なレポートも作成しました。セキュリティツール、そんなものに頼るな。フレーム X は10年間無事故で動いている。それが何よりの証拠だ。また却下された。無事故なのは運が良かっただけやろ。セキュリティ脆弱性15件とかシャレにならん。一致は諦めず毎月標準フレームワークへの移行を提案し続けた。今月のバグ発生件数は28件です。バグは開発につきものだ。今月また新人が2人退職しました。技術力がないやつが辞めただけだ。開発効率が3倍になるデータがあります。机上の空論だ。12ヶ月間毎月提案を続けたが全て却下された。でも全ての提案メールと却下メールは保存してある。そして密かにもう一つの準備を進めていた。それがリアクト移行計画の作成だった。平日は夜3時間、休日は8時間以上。完璧な移行計画を作り上げる。アーキテクチャ設計、マイグレーション手順、テスト計画、タイプスクリプト、リアクト、Next.js の最新スタック、コンポーネント設計、状態管理、ルーティング、すべて詳細に。完成した100ページ超の完璧な移行計画だ。これでいつでもフレーム X から脱却できる。一致すげえ。これだけ準備してたら完璧やん。一致は1年間証拠を積み重ね準備を進めてきた。あとはタイミングを待つだけだ。そしてその時は突然やってきた。その日朝会で先輩が突然こう言った。みんなに報告がある。実はガーファから年収2倍のオファーを受けた。来月から転職することになった。急すぎる。フレーム X の経験を高く評価してくれてね。独自技術を持つエンジニアは市場価値が高いんだよ。引き継ぎはどうするんですか？2週間あれば十分だろ。フレーム X のドキュメントは全部頭の中にある。お前らなら大丈夫だよ。無責任すぎる。2週間で引き継ぎ完了するわけないやろ。そしてさらに追い打ちをかける出来事が。みんな大きなプロジェクトが決まった。 EC サイトの全面リニューアルだ。新機能30個追加、既存機能も大幅改修。納期は4ヶ月後。売上見込みは年間10億円だ。最悪のタイミングだ。そして先輩派最終日を迎えた。じゃあ頑張ってな。フレーム X のことは全部教えたからな。何も教えてもらってないんだが。そして悪夢が始まった。さあ、開
発を始めよう。あれ、このエラーメッセージ何を意味してるんだ？一致。この部分のコード意味がわからないんだけど。俺もわからない。新機能を追加しようとすると既存機能が壊れる。カート機能が動かなくなった。決済ボタンも反応しない。バグを修正したら別のバグが3つ発生した。モグラ叩きじゃん。これが独自フレームワークの末路か。残されたメンバーがかわいそうすぎる。毎日10時間以上コードを読むが理解できない。進捗はどうなってる？申し訳ありません。ほぼ 0% です。なんだと1ヶ月何やってたんだ？フレーム X の内部構造が複雑すぎて誰も理解できません。ドキュメントもないので手探り状態です。やっぱりこうなったか。俗人化の末路。外部ベンダーに相談だ。外部ベンダー3社に見積もり依頼を出した。フレーム X？ 聞いたことないフレームワークですね。独自実装ですか？対応できません。このフレームワーク誰も知りません。リアクト使えば1ヶ月でできますがフレーム X は無理です。唯一対応可能なベンダーからの見積もりは期間1年、費用8000万円になります。8000万。1年っての浮きすぎてるやん。完全に積んだ。納期まで残り2ヶ月。進捗は依然として 0%。 そしてクライアントから最後通告が届いた。納期遅延なら契約解除、損害賠償3億円請求する。会社存続の危機だった。3億円。会社潰れるや。緊急役員会議が開催された。一体どうなっているんだ？申し訳ございません。フレーム X が複雑すぎて。誰かこの状況を打開できる者はいないのか？その時一致が手を挙げた。実は移行計画があります。なんだと？フレーム X からリアクトへの完璧な移行計画です。100ページ超の詳細ドキュメント、アーキテクト設計、マイグレーション手順、テスト計画、すべて揃っています。だ立地の弱点だ。いつそんなものを？ 1年前から準備していました。それが過去12ヶ月分のジラバルトラッキングデータです。フレーム X 関連のバグは300件以上、修正につき75時間かかっています。そしてこれが退職率のデータ。フロントエンドチームの退職率は 60%、 全社平均の4倍です。採用コストだけで年間1200万円の損失です。さらに開発効率の比較データ。リアクトなら開発効率が3倍、年間200時間以上のコースの再現が可能です。そしてこれがセキュリティ脆弱精神断レポート。フレーム X には15件の脆弱性があります。15件もなぜ今まで教えてくれなかったんだ？何度も提案しましたが全て却下されました。これが12ヶ月分の提案メールと結果メールです。そんな。社長、なぜこれを無視した？先輩ならフレーム X は最高だと。この移行計画で2ヶ月で完成できるか？できます。チームでも偏見委員いただければ。よし、今すぐ一応フロントエンドリーダーに任命する。一致すげえ。1年間以上にした回があったね。証拠の力ってすごいわ。これぞスカッとストーリー。一致は5名のチームを率いてリアクト移行プロジェクトを開始した。タイプスクリプトプラスリアクトプラスネクスト JS で完璧な構成を作る。コンポーネント設計はアトミックデザイン。状態管理ハズスタンド。テストはジェスト。先輩の2年分の機能を2ヶ月で再実装する。チーム派一丸となって開発を進めた。リアクトめっちゃ開発しやすい。エラーメッセージも分かりやすい。フレーム X で3週間かかった機能がリアクトなら3日で完成する。テストカバレッジ 95% 達成。そして納期ギリギリ完成だ。やった2ヶ月で完成とか噛みすぎる。これぞプロの仕事。一致の準備が全て報われた。バグゼロでリリース成功。素晴らしい。契約を継続しよう。一致、本当にありがとう。君をフロントエンドリーダーに正式任命する。年収も450万から650万に200万円アップだ。さらに特別ボーナス300万円を支給する。ありがとうございます。
リアクト移行後の成果は圧倒的だった。開発速度が3倍向上、バグ発生率 90% 減少、新規採用成功率 100%。 みんなリアクトなら働きたいと。セキュリティ脆弱性もゼロ。開発速度3倍とかすごすぎ。バグ 90% 減とか劇的改善じゃん。完璧すぎる。標準フレームワーク最高。一方転職した先輩は前職では独自フレームワークを開発してました。10年かけて作った自信作です。うちでは標準技術しか使いません。独自実装は技術的負債です。ところでリアクトの実務経験は？それがありません。使用期間3ヶ月で契約終了。業界内でフレーム X の人として有名になり、再就職も困難に。ざま独自性があだになったな。業界で有名になったのハクサ。フレーム X の人完全に自業自得。技術者として終わったな。この経験で学んだことがある。標準こそ最強。独自実装は技術的負債にしかならない。そして証拠を積み重ねればいつか報われる。主をつ。いい話だった。準備と証拠の大切さが分かった。一致お疲れ様。標準フレームワーク最高。最後まで呼んでくれてありがとう。お疲れ。スカッとした。